はい、おはようございます。私の YouTube チャンネル1本目の動画はですね、リアルなケトジェニック中の1日の食事を皆さんにシェアしていこうと思います。まずケトジェニックとは何ぞやって思う方がいると思うんですけど、簡単に言うとエネルギー源が違うんですね。私たちケトジェニックをしている人はケトン体っていうものがエネルギー源になるんですけど、主食にお米や小麦を食べている人はブドウ糖をエネルギー源として使っています。なのでそこが大きくまず違うところです。詳しいケトの動画だったり私についての動画はまた後日出そうと思いますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは本編へどうぞ。朝起きてまずするのがサプリメントを取ることなんですけど、1種類目がカルニチンといって脂肪燃焼を促進してくれるサプリを飲んでいます。私は毎朝有酸素を30分くらいするので、少しでも効果だったり効率を上げたいと思って飲んでます。で2つ目が消化酵素のサプリメントなんですけど、普段の食事で食物繊維を多くは取り入れてはいるんですけど、ケトジェニック中はどうしてもやっぱり便通が悪かったり便秘になりやすいので取り入れています。この2つのサプリメントは海外のものなので少し大きい気がします。最初は飲みづらかったんですけど、慣れれば飲めるようになると思います。今作ってるのはジムに持っていく EAA ドリンクなんですけど、 EAA っていうのはエッセンシャルアミノアシッドの略で、日本語では必須アミノ酸と呼ばれています。この必須アミノ酸は体の中で作られるものではないので、食事やサプリで取らなければいけないものの一つです。私が朝有酸素を取り入れてるのは一番脂肪が燃焼しやすく効率がいいのでやってます。脂肪と一緒に筋肉も分解してしまうので、それを防ぐために EAA アミノ酸を飲んでます。これからジムに向かっていこうと思います。私はランニングマシンを使って傾斜15のスピード4から5ぐらいで30分有酸素運動をします。滝汗をかきたい方はぜひやってみてください。ジムから帰ってきてこれからシャワーを浴びるんですけど、今日も朝から頑張った、今日も一日頑張ろうって思います。ジムから帰ってシャワーを浴びたらコーヒーを入れます。私は朝ごはんは食べていないのでコーヒーと MCT オイルで済ませています。ところでよく朝ごはんは抜いてはいけないって言いませんか？朝は一番食べなきゃいけないのは事実です。朝ごはんを抜いてしまうとエネルギー不足で筋肉をエネルギーとして使ってしまうので食べないといけません。でも私はケト中なので普段の食事より油っぽい食事をしているので消化に時間がかかるんですね。なので胃腸を休めるって目的で私は食べていないです。今日のお昼はラム肉のステーキとほうれん草、めかぶ、舞茸、卵を食べました。だいたいお昼と夜はほうれん草、卵、舞茸、めかぶは必ず食べるようにしてます。ケト中は油の多い肉だったり魚が食べれるのでめっちゃいいじゃんって思うかもしれないんですけど、何が難しいかっていうと味付けなんですよ。調味料が本当に難しくて、最初はマヨネーズやお塩で食べれてたんですけど、だんだん飽きてきてしまって食べれなくなってしまったんですね。でそこで最近 iHerb や Amazon で糖質ゼロの調味料を買いました。それがめちゃくちゃ美味しくておすすめなので今度動画に出したいと思います。ちょうど今 iHerb っていうワードが出てきたのでここで
その話をすると、最近暇さえあれば iHerb を見てるんですけど、いろいろな商品があるのでとても楽しくて、ついつい買ってしまいます。セールじゃなくても買ってしまうので、なんとかしないといけません。そんな話は置いといて、私のお昼のお話をすると、今日食べてるのはラム肉のステーキなんですけど、だいたい食べてるのは牛だったり豚、鶏、いろんな肉を食べてるんですけど、一番おすすめなのが肩ロースですね。豚肩ロース、牛肩ロースをめちゃくちゃ私は食べてます。なんでおすすめかというと、タンパク質と脂質の割合がだいたい同じぐらいなんですね。なので計算するときにとても役に立つかなっていうので食べてます。ちょうど今キムチを食べてると思うんですけど、私はこのキムチが一番好きです。コストコには大きいサイズのものが売ってると思うんですけど、それが切れてしまったのでちっちゃいので我慢してます。今日のおやつはパンケーキを作りました。ケト中なのでカーボを含んでるものを使ってパンケーキを作ることができないので、代わりにクリームチーズと卵を使って生地を作りました。カロリーは高めなので食べ過ぎには注意です。私はローファットをしていた時はタピオカ粉を使ってパンケーキを作ってたんですけど、その時はやっぱり粉を入れていたので厚みが結構あったんですね。満腹感があったので、ちょっとそれと比べちゃうと星3つかなっていう感じです。これからジムに行く準備をします。まず BHB と BCA のドリンクを作ります。 BHB っていうのはベータヒドロキシラク酸、またの名をケトン体と言います。ブドウ糖をエネルギー源としてる人が実際にケトン体にエネルギーを変えるのはとても難しくて、人によっては1週間またはそれ以上かかってしまうこともあるみたいです。 BHB はケトン体そのものなので、このサプリを飲むことによって直接体内に入れることができるんです。なのでこのサプリはケトジェニックをする上では必要なものの一つです。次に私がトレーニング中に飲む BCA についてお話ししようと思います。詳しい話は割愛するんですけど、簡単に言うと筋力アップや疲労軽減に良いと言われています。なので私はトレーニング中に取り入れています。ジムから帰ってきました。今日の夜ご飯は鮭とほうれん草、舞茸、卵、めかぶです。だいたい夜は魚をメインに食べてます。私は約10ヶ月ローファットダイエットをしていたんですけど、今回ケトに切り替えた理由が停滞してしまっていて、なかなか体重が落ちなくなってしまいました。なので気分転換にケトに変えてみようと思って取り入れてみました。ケトのメリットはやっぱりローファットと違って油が食べれるので、結構満足感というか常に満腹感はあります。でもやっぱりデメリットもあって食費がものすごくかかるところです。
私の1週間の食費はだいたい1万3000円から1万5000円ぐらいかかってます。プラスでサプリだったりプロテイン代がかかります。私が夜食べてるのはお魚系なんですけど、サーモンだったりブリ、サバ、シーチキンの缶詰をローテーションして食べてます。ここで皆さんが気になってると思うんですけど、ケトジェニックをしたら痩せるのかっていう疑問ですね。それは本当に人それぞれだと思います。ケトジェニックが合う合わないはあると思います。油が苦手とか油を消化するのが得意とか、本当に人それぞれなので一概には言えないんですけど、油が好きな人はやってみるのもありだと思います。私はローファットの時に満腹感っていうものがなくて、一生空腹状態だったんですよね。でもケトジェニックをやり始めて常に満腹感なので、私はストレスなくダイエットができてるので、ケトジェニックをやってよかったなと思います。これからも私のダイエットライフを投稿していこうと思っているので、よかったらまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。